こんばんは、語り手です。地形適応が空、陸 B という地上での戦いがほとんどの外伝では厳しい性能のフルバーニアンですが、なんとか活躍してもらいたいと思います。武装面では射程後のビームライフルが移動後にも使えるのが強みとなっています。これでゼロカスタムの無改造のツインバスターライフルとほぼ同等の威力のビームライフルとなりました。防塵装置で陸を A にしてホバークラフトとブースターで移動力を強化しておきます。そしてターン A ルートを選択したため、相手は地球に降下してきたディアナカウンターとなります。フィル少佐とポー注意がターン A の捕獲とマウンテンサイクルを調査するためボドムで出撃しています。ディアナカウンターの攻撃で父親を失ったソシエ嬢と友人のメシエ嬢が発掘されたばかりのカプルで出撃しますが、危険分子は処分する。このぐらいどうってことない。何よそれ、やり方が卑怯なのよ。お嬢さん2人とカプルでゴドムの相手をするには荷が重すぎるので、過去の地球から来た王子の力を見せてやりましょう。行くぞ。バランサーが破損したのか。射程内に入った。行け。蛮族ごときに負けません。甘い。はあ、間一髪食らえ。やられた。王子が幸先よくゴドムを撃破した後、追加武装されたターン A が登場となりますが、御曹司の指示もありますが、無改造のターン A だと精神コマンドを使っても苦戦します。蛮族がやりそうなことを。お嬢さんたちに長距離用のビームに当たりさえしなければ。やはり力の差は歴然としているな。ヒゲのモビルスーツ仕留めてやる。ホワイトドールにガンダムに恨みでもあんのか。地球はお前たちだけのものじゃない。聞いちゃいない。これでダウンだ。まともに食らっていれば落ちていた。序盤から HP1 万2000で HP 回復持ちを持っており、しかも複数機で登場してくるゴドムであります。戦い方としてはメガ粒子砲がエネルギー50で射程も3からの使用となっているので、エネルギー切れか接近戦を狙いたい相手となります。また熱血を早く覚える王子の攻撃も有効となります。当たれ。うお、バカな。俺はスーパーベジータだ。やられた。脱出を。そして泣く女ポー注意の演出もあり、地球の雨とは暖かいものだな。緑の地球、我らが故郷か。
大差ではない金色の機体で、原作でも名言や個性が際立つハリー注意の登場です。小賢しいな。いらっしゃった。ソレイユだ。ディアナ・ソレル様は真っ先にいらしてくださった。ディアナ様、本物だ。あれに乗っていらっしゃる。ディアナ・ソレルです。グエン・サード・ラインフォード殿でありましょうか。はい。ディアナ・ソレル閣下で。よしなに。ターン A の声優陣の際立った演出の後、ディアナ様との交渉の場に攻撃を仕掛けてくるミリシャ軍が相手となります。たとえポー注意のオドムを圧倒するほどのネオジオンのモビルスーツが発掘されたといえど、行くぞ。なんだと。戦闘訓練を受けていたソシエ嬢たちが登場し、先輩として面倒を見てやれと指示を受けるキース氏ですね。ならばお嬢さんたちに実践というものを教えてやりましょう。落ちろ。こいつで決めてやる。来るな。なんだと。落ちろよ。当たるわけにはいかない。食らえ。なんだと。バルマー戦役を戦い抜いた2人のコンビで、これが実戦の戦い方だということをお嬢さんに示したキース氏の後は、今すぐこの場から引きなさい。なんだと。スポット参戦のディアナ様とソレイユですが、無改造で攻撃力が3700のメガ粒子砲を持っているので一撃で落とすことが可能です。また地形適応も全て A なので、後半ではディアナ様の能力と合わせてフルで使ってみたい戦艦であります。仕掛ける。なんだと。地形適応がほぼ A で、運動性が95、走行が950とサザビーと同等の性能を持つ相撲のゴールドタイプですね。ハリー注意が指揮官持ちで、無改造でフルバーニアンとほぼ変わらない攻撃力を誇るため、仲間として使用できるのが楽しみな方です。浦木少尉として見た場合、ハリー注意と能力値に大きな差がなく、親衛隊に入れる能力となっていました。しかし士官学校の同期であるはずなのに、全ての地形適応が B 以下で能力に圧倒的な差をつけられているキース。運動性能は向こうの方が上なのか。アイフィールド入力。これでいけるはずだ。いただく。光の剣ビームサーベルを使う。なんだと。またローラとしてのロランシを使うことができるステージでもあります。食らえ。こっちが不利か。俺だって。なんだと。
相手がネオジオンのモビルスーツであろうと動機に30以上の能力差をつけられようとも同じレベルのミリシャ兵の方が勝っていようともなんだと。なんとか今後も活躍してほしいキース氏とターン A 組も加えながら外伝を進めていきたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。